刺繍をヘアゴム、ストラップ、ブローチに仕立てる方法をご紹介します。3種ともワッペンにしてから仕立てるのですが、ワッペンの作り方は以前ご紹介した動画と重複するので、ワッペンの作り方が分かっている方は飛ばしてください。まずはチーカは布を折り込んでワッペンにし、ヘアゴムに仕立てます。使ったものはこちら。刺繍から5から 7mm くらいのところをカットします。強度を高めるため、刺繍とヘアゴムの間にフェルトを挟みます。フェルトも刺繍布と同じくらいの大きさにしておきます。ダイソーの丸皿付きヘアゴムを使います。ヘアアクセサリーコーナーか、ハンドメイドコーナーにあると思います。フェルトの真ん中に切り込みを入れます。切り込みを開けたところから丸皿を出します。刺繍とヘアゴム、フェルトを合わせてみます。大丈夫そうですね。ヘアゴムとフェルトを縫い、補強しておきます。糸端はしっかり玉留め。刺繍ギリギリのところまで切り込みを入れます。刺繍まで切ってしまわないように注意。ぐるっと一周カットします。接着剤は裁縫上手を使いました。布用の接着剤なら何でもいいと思います。刺繍の際に接着剤を塗り、布を折り込みます。あれれ。接着剤をつけても布が跳ね返ってしまいました。多分、使った布が折り込み作業に向いてない。ダイソーのこのタイプの布だと、針がありすぎて難しいみたいです。他の接着剤でも試してみましたがダメでした。手足など細かいところは折り込めなかったので、接着剤を塗って乾いた後でギリギリのところを切ることにしました。ヘラ、爪楊枝などで伸ばします。爪楊枝を使っているのは付属のヘラをなくしたからです。接着剤が乾いたらギリギリのところを切り落とします。カットできました。先ほど作ったヘアゴム、フェルトと合わせます。ダイソーの万能接着剤を使いました。布、ゴム、金属に対応しています。全体に万能接着剤を塗り、伸ばします。丸皿とフェルトにも刺繍がはみ出さない程度に塗ります。5分から10分放置した後で貼り付けます。放置することで粘着性が増し、接着効果が高まるそうです。ぎゅっと圧着させ、今度は24時間放置します。24時間の放置後、無事固まりました。刺繍ギリギリのところまでフェルトを切ります。刺繍の内側を切るような感じで、前から見えないようにします。前から見えないように細かいところも切ります。側面に布用接着剤をつけて補強します。もし間違って切ってしまったところがあっても、ここで多少は修正できます。塗り終わったら乾くまで放置。完成しました。しっかりくっついてます。ヘアゴムにすると髪につけたり小物につけたりできて使い勝手がいいですね。ヘアゴムに加工する方法をご紹介しました。次に8割れ。刺繍をギリギリのところで切り、チェーンストラップにしました。
使ったものはこちら。ダイソーで購入した薄手の合皮はぎれを裏に貼ります。刺繍と同じくらいの大きさにカットしておきます。チェーンの取り付け部分にはダイソーのバイアステープを使いました。適当な長さに切り、幅を半分にしておきます。もともと折り目がついているので、簡単に半分の幅にできます。チェーンが通るように折り曲げて、合皮はぎれに縫い付けます。型。全然針が抜けない。合皮とはいえ、布やフェルトとは違いますね。縫えないことはないので、気合で縫い付けます。ミシンがすぐ出る方は、ミシンで縫うと楽です。少しだけ余白を取って刺繍の周りを切ります。大まかに切ってから微調整するとやりやすいです。こんな感じで貼り付けます。接着剤は裁縫上手を使いました。後で縁のギリギリのところを切るので、縁までしっかり塗ります。爪楊枝かヘラなどで伸ばします。先ほど用意したはぎれを貼ります。刺繍とはぎれの頂点を合わせました。同じ位置になったかな。ぎゅっと圧着させて固まるまで待ちます。一晩置いて固まりました。刺繍ギリギリのところを2枚一緒にカットします。型。小さいハサミでは無理なので立ちバサミでカット。刺繍を切らないように気をつけてギリギリを攻めます。細かいところは後で微調整します。だいたい切れたら小さいハサミでギリギリのところを丁寧に切ります。こういう図案の間は難しいですね。カットできました。側面を接着剤で補強します。もし間違って切ってしまったところがあっても、ここである程度は修正可能です。細かいところは爪楊枝で塗り塗り、乾くまで待ちます。完成しました。しっかりくっついてます。これにチェーンを通してストラップにします。ダイソーのボールチェーンを使いました。チェーンを通したら完成です。ボールチェーンのストラップに仕上がりました。裏がレザー風だとワンランク上の仕上がりになりますね。縫い付けプラス接着剤で取れる心配はなさそうです。ス
ストラップにしておくと、どこかに引っ掛けたり、ぶら下げたりできて飾りやすいです。以上、刺繍をストラップにする方法の紹介でした。最後にうさぎ。かがり縫いでワッペンにしてから、コサージュピンをつけてブローチにします。使ったものはこちら。刺繍より二回りほど大きくなるように、フェルトをカットしておきます。接着剤を塗ります。後で刺繍ギリギリのところを縫うので、接着剤がはみ出さないように気をつけます。爪楊枝やヘラなどで伸ばします。フェルトを貼り付けて乾くまで待ちます。アイロンで圧着させた方が時短にもなり、強度も増しますが、今回は自然乾燥で一晩置いて固まりました。しっかりくっついてますね。5mm から 7mm 程度の余白を取って2枚一緒に切り落とします。大まかに切ってから微調整するとやりやすいです。仕上がりはここで切った形になるので、切り落としたらもう戻れません。刺繍してある方の布をほんの少しだけ小さく切っておくと、かがり縫いするときに布の繊維が出てこなくてやりやすいです。それではかがり縫いしていきます。3本取り、糸端は玉結びです。針を2枚の間に入れ、裏側に糸を出します。表の刺繍ギリギリのところへ針を入れ、糸を引き抜きます。次もすぐ隣へ表から針を入れ、糸を引き抜きます。この繰り返しでぐるっと一周かがり縫いします。糸が短くなったら裏に 2、3回絡ませれば OK です。新しい糸に変えたら同様に、糸端を玉結びして2枚の間から裏側へ針を出し、表へ針を入れ、かがり縫いを続けます。表から針を入れるので、縫う位置が分かりやすくておすすめです。縫い終わりは糸を変える時と同様に、裏に 2、3回絡ませて糸を切ります。これでかがり縫いワッペンができました。ここからブローチに加工していきます。刺繍より一回りほど小さく切ったフェルトに、ダイソーのコサージュ用ピンを縫い付けます。フェルトの中心より上の方に縫い付けると、実際ブローチとして使うときに綺麗に付けられます。糸端はしっかり玉留めします。これで裏に貼るフェルトの準備ができました。コサージュピンをつけたフェルトをワッペンに貼ります。フェルトが二重になる分、厚みが出てしっかりした質感になります。薄いブローチの方がお好みなら、はじめにコサージュピンをつけておいてから、かがり縫いをするとフェルトが1枚で済みます。接着剤で貼り付けます。接着剤をフェルトが当たる部分に塗って、爪楊枝やヘラなどで伸ばします。コサージュピンがついたフェルト側には、縁までしっかり塗ります。塗ったら全面に伸ばします。2枚を貼り合わせます。ぎゅっと圧着させ、固まるまで待ちます。コサージュピンとフェルトの接合部分が心もとなかったので、金属、布に使える万能接着剤を塗りました。本当は5から10分待ってから貼り合わせる接着剤なのですが、補強のためなのでまあ、ね。
糸の補強のため、ここにも塗りました。完成しました。しっかりくっついてます。厚みはこんな感じ。固めでしっかりした作りになっています。ブローチにするなら硬い方が好きかも。ブローチにしておけば帽子やバッグ、服などの布製品につけられて、しかも取り外し可能なので、いろんなものに付け替えできます。以上、ワッテンブローチにする方法をご紹介しました。せっかく作った刺繍、活用しなきゃもったいないですよね。今回ご紹介した方法で作ったものは、家で飾るより外へ連れて行くのに向いています。自作グッズで推し活がはかどりますね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくださると